か。チャット GPT は聞いたことあるけど、Google のジェミニって結局何なの？名前はよく見るけど、まだ触ってないんだよね。いい質問だね。実はそのジェミニはメリノちゃんが毎日使ってる Google の中にもう入ってるんだよ。もう入ってる。私、まだ何も始めてないよ。検索や Gmail、Android のスマホの中で知らないうちに動き始めてる最強クラスの AI。それがジェミニ。しかも無料から文章も画像も調べ物も全部触れるんだ。毎日使ってるのに、もう入ってるなんて気になる。料金とか、何ができるのか、ゼロから知りたいな。ちょうど今、世界ではチャット GPT 一強が崩れ始めて、ジェミニを使う人が一気に増えてる。今が知り時だよ。この一本で始め方から料金、画像生成や調べ物まで優しく完全ガイドするね。まずは、ジェミニって何？チャット GPT と何が違うのか。一言で言うと、ジェミニは Google が作った会話できる AI、チャット GPT のライバルにあたる存在だよ。文章を書いたり、調べ物をしたり、画像を作ったりできる。じゃあ、できることはチャット GPT と似てるんだ。なら、わざわざ違うのを使う理由ってあるの？そこなんだ。ジェミニの一番の強みは、毎日使ってる Google ともともと一つにつながってること。検索や Gmail、ドキュメント、スマホとそのままつながる。さらに文章だけじゃなくて写真や音声もまとめて理解できる。これがチャット GPT との大きな違いだよ。チャット GPT との違いを並べるとこんな感じ。 Google との純正のつながり、写真も音声もまとめて扱えること、無料でも最新の AI に触れること、この3つがジェミニの個性だよ。どっちが上というより得意分野が違うと見るのが正確なんだ。なるほど。Google と一体なのが個性なんだね。じゃあ気になる。これいくらかかるの？続いて、みんなが一番気になる始め方と料金。まず始め方。これはとっても簡単で、 Google のアカウントさえあればもうそのまま使えるんだ。新しく何かを契約する必要はないよ。無料でいいの？じゃあ有料のプランは何が違うの？これが公式の料金表だよ。一番左が無料で0円、その右が月725円のプラス、月に1900円のプロ。もっと使いたい人向けの高いプランが月1万4,1500円と上限がもっと多い月3万2000円。ポイントはまず無料で10分触れること。0円から高いと3万円超えまであるんだ。さすがすごい。最初はどれを選べばいいの？迷ったらまず無料でいい。無料でも最新の AI や画像生成、後で紹介する調べ物機能までちゃんと触れるからね。使う量が増えてもっと欲しくなったら有料を考える。それで十分だよ。じゃあ早速基本の使い方を見ていこう。使い方はとてもシンプル。アプリやサイトを開いて下のマスにやってほしいことを話しかけるように書くだけ。例えば小説を書いてとか、この内容を要約してみたいにね。しかも賢さが違う2つの頭脳から選べるんだ。普段は速くて軽い方が自動で動く。じっくり考えてほしいときは賢い方に切り替えられる。この賢い方も無料の範囲でも試せるんだよ。文字で打つだけじゃないって聞いたけど、ほんと？そう、写真を見せてこれ何？と聞いたり、声で話しかけたりもできる。スマホならカメラを向けたものについてその場で会話までできるんだ。文字だけの AI とはここが大きく違うよ。ここからが楽しみ。文章で絵が作れる画像生成。ジェミニは言葉で伝えるだけで絵を作ってくれる。この機能にはナノバナナという可愛い名前がついてるんだ。夕焼けの海辺を散歩する犬と書けばその絵が出てくる。うわあ、本当に出てきた。一から自分で描かなくていいんだ。しかもすごいのは、できた絵を言葉で直せること。この犬を子犬にしてとか、背景を雪にしてと頼むとその部分だけ書き換えてくれる。写真みたいな細部も思い通りなんだ。もっと綺麗に文字までしっかり入れたいときはプロという上位版もある。ポスターや図解みたいに文字やレイアウトが大事な絵が得意なんだ。ここは無料だと少しずつ、たくさん作るなら有料という分かれ方だよ。
一つだけ覚えておいてね。ジェミニで作った画像には目に見えない電子透かし、シンス ID が必ず入る。後から AI が作った絵だとわかる仕組みで誠実に使うための大事な工夫なんだ。次は調べ物。ディープリサーチという機能。調べ物なら普通の検索でもできるよね。何が違うの？普通の検索はリンクが一覧で出てきて、その先は自分で読みに行くよね。ディープリサーチはその読む作業までジェミニが代わりにやってくれる数十から数百のサイトを自動で回って要点を一つのレポートにまとめてくれるんだ。数百サイトを代わりに読んでくれるの。下調べが一気に楽になるね。これも無料で試せるの。無料でも回数の範囲でちゃんと使える。レポートが出てきたら必ず元のサイトも一度は確かめてね。それだけ守れば心強い調べ物相手になるよ。次は何かを作るための機能。キャンバスとジェムズ。まずキャンバス。これは文章やスライド、簡単なアプリをその場で一緒に直していける作業場だよ。ここを書き換えてと頼むと画面の中身がすぐ変わる。やり取りしながら一つの作品に仕上げられるんだ。資料作りが一緒にできる感じなんだ。じゃあジェムズの方は？ジェムズは自分専用の AI を作れる機能。例えばいつも優しい言葉で励ましてくれる相談相手みたいに役割や口調をあらかじめ決めておける。一度作れば毎回説明しなくてもその役になりきって答えてくれるんだ。そして毎日に一番聞いてくる Google との連携。ここが最初に話したジェミニの一番の強み。例えば Gmail でこの長いメールを要約してとか、返信の下書きを作ってと頼める。スプレッドシートの表をもとに傾向を分析してもらうこともできるんだ。さらにブラウザの Chrome にもジェミニが入ってパソコンを中心に日本でも順次使えるようになってきた。今見ているページをその場で要約したり、いくつものタブをまたいでまとめて調べたりできるんだ。いつものメールやブラウザがそのまま賢くなる感じなんだね。これは毎日助かりそう。便利な話の後は知っておきたい注意点。一つ気になってたんだけど、入力した内容って AI の勉強に使われたりしないの？正直に言うと初期設定のままだと会話の一部が品質向上のために使われることがある。でもそれが嫌な人はアクティビティの保存をオフにすればそれ以降は学習に使われなくなる。ただ安全のための短い保管は少し残るとだけ覚えておいてね。それから AI はたまにもっともらしい嘘を自信たっぷりに答えることがある。これをハルシネーションと呼ぶんだ。だから大事なことは必ず自分でも確かめる。この一手間だけは忘れないでね。なるほど。便利さと確かめる習慣はセットなんだね。安心して使えそう。まとめよう。ジェミニはあなたが毎日使う Google の中にもう入っている最強クラスの AI。 検索や Gmail、 スマホの延長で文章も画像も調べ物も無料から全部触れる。新しく身構える必要はないんだ。難しそうって身構えてたけど、もう手元にあったんだね。今日帰ったらまず無料で触ってみる。チャット GPT と両方使えばもっと便利になりそう。というわけでジェミニの完全ガイドでした。最後までご視聴いただきありがとうございました。ためになったらチャンネル登録と高評価で応援してくれると嬉しいな。聞きたいことがあったらコメントで待ってるよ。レリノちゃんでした。